皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している夫婦です。現在宮城県です。今回は松島の観光をしたいと思います。松島は日本三景の一つで、京都の天橋立、広島の宮島と、そしてここ宮城県の松島が日本三景になります。今日は天気がいいですので、松島の景色を十分楽しめるかと思っています。おそらく綺麗な景色をお届けできるのではないかと思います。本日は松島に始まり、途中温泉によって最後は車中泊をして車内居酒屋を開催したいと思いますので、最後まで楽しんでみていただけたら嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。まず駐車場について説明します。こちら24時間開放されておりますので、僕らも前日宿泊させていただきました。そしてこちらの駐車場は結構止める場所もたくさんありまして、こんな感じになっております。トイレがあるんですけど、こちらのトイレ無料にもかかわらず、ウォシュレットはついていませんが、トイレはすごく綺麗で、石鹸もついております。道の駅はもちろんなんですけども、無料のトイレとかも管理してくださっておりますので、皆さんルールを守って正しく使いましょう。ここから約15分から20分ぐらいかけて松島の観光名所巡っていきたいと思います。今回は料金がかかるところも複数あるので厳選して回っていきたいと思います。一番近いところの観覧亭まで10分と書いておりますけど、一応一番有名な五大堂っていうところの周辺にも有料駐車場はあるけど、ちょっとお高めなので結構ここに止めていかれる方多そうです。今回はまだお盆明け8月18日です。まずは随願寺にやってきました。ちょっと歴史的なところは全然わかんないんですけど、随願寺本堂と栗については国宝ということで、こちらも松島の観光ルートの一つになってきましたので、まず先に来てみました。で、この後にすぐ近くに円通院っていうところもあるんですけども、それぞれ有料にはなりますが、こちらも一緒に見てまた別のところに移動したいと思います。随願寺見てまいりました。はい。700円とはいえ、かなりの見応えでした。宝物館の方もかなり見応えがありまして、700円で十分満喫できたと思ってます。本堂の方はデザイン的なところ、美の感じが伝わってきました。細部までこうアートチックな木の彫り方とかしてて、私的にはそういったところが印象的だったのと、やっぱこういうところ来るとどうしてもね、その時代にタイムスリップしたいよね、私的に。廊下とかをささささみたいな、ああいうのを自分がなりたいって思ってしまいます。そういう着物を着てから見に来ることをお勧めします。あなたには。いやもうその時に戻りたい。私は本当に素晴らしかったです。はい、円通院行ってまいりました。はい、ちょっとどこも中は撮影できないので皆さんにお届けできずすみませんが、庭園がすごく綺麗な場所になってるのが円通院っていうところです。もとあったものを移設したと言われてるということなんですけど、中もすごく綺麗で、ちょうど今緑が綺麗なので、もみじとか藻とかすごい綺麗に手入れされてました。薬草三宗っていう方が使いに出した人が祖国時代だったので、もう黙って割れないようにローマまで行かせて使いを、でそこから持ち帰った文化とかをここで、博してたということですね。撮影に関してなんですけども、 YouTube とかその営利目的は難しいということで、個人的な撮影は可能ですので、皆さん記念に撮って帰られてはいかがでしょうか。では2カ所回ってきまして、お腹もだいぶ空いてもう12時になりそうなので、今回はちょっと食べ歩き的な感じで少しずつお店に寄りながら五大堂を目指してお腹を満たしつつ進んでいきたいと思います。以上、いただきます美味しいです。というのも結構バニラシェイクの中につぶつぶした枝豆、ずんだが入ってるという感じで、全然ずんだの枝豆の香りが強いというわけじゃないです。食感がちょっとつぶつぶ枝豆って感じで、味的には割とバニラ寄りのずんだシェイクという、誰でも飲める、飲みやすいシェイクになってると思います。暑い夏にはぴったりそうですね。
めっちゃ美味しい。うまっ。これです。私が食べたかったやつ。2個で使っていいの？ここで使いましょう。拳一つ分ぐらい。そうですね。僕の拳ぐらいの大きさです。熱々。間違って拳食べないのに。カレーも熱々だ。このカレーパン自体がまず美味しいです。この中に牡蠣が2個入っているそうです。いただきますね。まあ当たり前なんだけど、シーフードカレーになりました。結構牡蠣の風味が強いから苦手な人はあれかもしれんけど、牡蠣好きな俺らにとっては最高です。これがもう1個食べられるって考えたらめっちゃいいかもしれん。うまいっす。結構パン生地がもっちりとした感じでうまい。カレーパンが美味しいよね。カレーパンが美味しい。カレー今回私たち乗らないけど、あれが遊覧船乗り場、ちょうど12時半の分が出るらしいんだけど、かなり並んでるね。今日は天気いいからいいかもしれん。あ、船が来ましたね。もうすぐ隣に五大道あるので、あっちに行きたいと思います。こちらの橋はなかなか面白いです。下が透けて。こちらが有名な福浦橋でございます。こちら通行料が200円必要ということなんですけど、今回は別に僕ら福浦島の方には行かなくていいかなと思って、海だけ見て終わろうと思ってます。こちら250メートルほどある長い橋です。パワースポットです。パワースポットかつ僕の中ではホラースポット。今から焼くぞ。焼けたぞ。なあ、そんなでけえのに。どうですか？気合はありますか？暑いね。もう溶けちゃいそうだもん。半分溶けてるよ。夏に来るものじゃない、これは。いただきます。熱っ。焼きすぎた？外がしっかり焼かれて中プリプリ、めっちゃうまい。スーパーに売ってるやつをお弁当に入れて行ってました。社会人。確かに焼いたら美味しいんだけど、噛み切るの難しいね。焼きすぎたら。うまい。うまいっす。うまい。場所を移動しました。先ほどまでこの辺にいたんですけども、お車で通って約30分ほど移動してこの場所まで来ました。ここから大高森って言って15分ぐらいかけて、この登山ってほどじゃないけど階段登って展望台まで登ってきます。
到着しました。大高森山頂です。めっちゃ綺麗です。全部見渡せます。景色の前に結構登ってきたんですけども、まあ夏はだいぶ疲れます。暑いです。後ろまで景色が全部見える。後ろまで見える。すごい結構。島四大館といって島の島々を望める場所が4カ所あります。今回は壮観大高森というところに来ました。ちょっと西日になってきてるので眩しくて反射して見えづらいですけど、360度近く見渡せて大パノラマ、超綺麗です。スパメッツァ仙台森の極上スパ&サウナ。かわいい弁天地。平日は1100円です。さあこちらで楽しんでまいります。950円。また感想は後ほどお伝えしたいと思います。項目のスーパー銭湯が好き、サウナが好きな方々がすごい交流する。温泉から上がりまして、はい、今日の車中泊スポットに移動してきました。はい、それでは早速お風呂上がりですので、こちらで乾杯します。では視聴者の皆さん、お疲れ様です。こっちでお疲れ様です。乾杯。宮城県にも乾杯。宮城県に乾杯。やっぱ一番搾りが一番好きだわ俺は。今日はメインの料理はなくおつまみを作ります。はい。この間スーパーで買ったあれをお願いします。宮城県といえばそう伊達政宗ですから、伊達カルパスっていうのを買いました。あと伊達政宗のこと書いてある。これはおはぎを買ったお店で、朝市っていうお店で、今日は随禅寺に始まりも伊達政宗についてめっちゃ勉強しつつ、温泉も伊達政宗に褒めてもらいつつ、伊達政宗を食べるという。このスタイル久々ですね。夏なのでトマトが安く美味しい季節になりました。日焼けしたからリコピンがいるね。これ甘いぞ。温泉のことについてお話ししようと思うんですけど、スーパー銭湯の豪華版みたいな感じだったんですけど、温泉の方はどちらかというと炭酸泉が何個もあって、天然温泉もあったんだけど、そっちの方がメインであるように感じました。でかい。牛タンが入ってるのはわかんないけど、めっちゃリッチなカルパスだな。国産豚使ってて、牛タンも入ってて、意外と安めの値段だったよね。で、その中にサウナが3つもありまして、オートロウリュサウナ、もう一つはセルフロウリュサウナ、もう一つがソルトサウナ。ハーブみたいな。全部入ったんですよ。その中で一番印象的だったのが、オートロウリュサウナで1時間ごとに急に音楽が流れ始めて、その時入った？たまたま私の話をさせてもらうと、サウナが最初にソルトのハーブのサウナ。でもすごく良かったのが、冷水がめっちゃ冷たくて最高だった。ちょっとそれ後に見ましていい？じゃあロールサウナのこと言って。とりあえずそのサウナを一つ入って、それに入った後に次2個目。2個目を勘違いしてオートロウリュだと思ったら、で、その最後にオートロウリュに入りました。はい、どうぞ。そこでは結局オートロウリュは感じてないってことね。たまたま、ちょうど00分に近かったんだと思う。その時間を水に入ったから、私の場合。じゃあ体験はできたんだ。体験はできて、ちょっと入って待ってたら、
体験できました。その例のやつは。じゃあその内容をお話ししますと面白いんですけど、真ん中になんか水車みたいに回りながらなんか水を、それが真ん中にあって、その両側に上から噴射するタイプのローリーのやつがよくあるやつ。それはオそのートローリー。水車の後ろ側には伊達政宗といえばピーンってなってるこう月型の兜、後ろにドーンってあって、女性の方は右側に伊達政宗の家紋っていうか、あれが竹でイメージされてて、こう3つ3本線立てて一回暗くなるんですよ。そうでパッてね、音楽みたいな流れで皆の衆準備は良いか、戦じゃーみたいな、でドドドドドドっていう音とともにあって、真ん中の水車から今まで出なかったのに真ん中から3回ぐらいで、その出る時に音がなんかドカーン、そうそうそう戦ってる様子を表現してんだなっていうので、真ん中の石の上に3回水が入って、でちょっと暖かくなった後に横から両からシャーってなって、その後ね、熱風がブワーってこっちまで来るんですよ。やばくて熱風が。すごかった。で、それが終わった後に、よくぞ最後まで生き残った者たちを、あっぱれじゃって言ってくださって終わるっていう。おすすめされて来てみたんですけど、ご飯食べるところもあるし、テレビもついてるし、岩盤浴なんかもあって一日中入れるだろうなって思いながら満喫しました。いいお値段ですけど、楽しかったし、良かった。音声の話でこんなに盛り上がってない久々ですけど。本日は日本酒の飲み比べをしていきたいと思います。全部いただき物ではあるんですけど、宮城の夜に乾杯ということで、今日はおつまみを作りつつ日本酒の飲み比べをしたいと思います。百何十何円のチョリソー。今回松島行って思ったのは、歴史がめちゃくちゃ好きな人たちとか、伊達政宗が大好きな人たちにとっては、うわ、やべこれっていうぐらい興奮するような資料がいっぱいあって、面白いなと思うけど、俺らぐらいのね、その歴史も大好きでしょうがないんですってほどではない。単純に見るのは好きだけど、歴史がめっちゃ好きな人ではない人にとっては楽しいなーって思うぐらいの場所だなって思った。私、高校の時歴史、日本史、世界史取ってたんですけど、専攻で。もう名前やら何やら、年代やら出てきすぎて。楽しいと思ったことは残念ながらないのです。でも俺もね、社会の免許持ってるんですけど、中学校社会と高校の司令機、公民の免許だけ持っていて、全然歴史わからない人なんで。わかんないのかい。わかんないのかい。この後飲むお酒とその他のおつまみ、ラインナップをご紹介いたします。はい、こちら、宮城県の日本酒3種。こちら視聴者さんからいただきまして、こちらは自分の後輩からいただきました。美味しい焼肉屋さんを紹介してくれて、ぜひ皆さん宮城県に来られた時はこちらのお店まで来てみてください。めちゃくちゃとろけるような牛タンが食べられます。これおチョコを今まで持ってなかったんですけど、新潟県の津南市で私たちアルバイトを10日間ぐらいしてたんですけど、そこの方がくださったんです。こちらも視聴者さんからいただきました牛タンのラー油。これはりょうくんがどうしても道の駅で買いたいって言って諦めた品をたまたまいただいて大興奮です。で、こちら今日食べた笹かまなんですけども、ずんだシェイクのところに出会った笹かまぼこで夏期間限定の枝豆のかまぼこがあったので、そちらも入ってます。牛タンラー油を使ってちょっとアレンジしようかなって思ってるものです。チーズもあってこれも使います。ラテカルパスですね。美味しかったです。めっちゃ美味しい。これおすすめです。まずは姫膳、甘酸っぱくて優しい味わい。いい音ですね。こんな入れるもんなのに。いや、ちょっと入れすぎたとは思う。あれこれワインじゃないの？これめちゃくちゃうま。日本酒じゃない、ワイン。うわこんなのあっさり飲んじゃうよ。極甘口。ながら、すがすがしい酸味。甘酸っぱさが持ち味です。確かに。これはもう。これは女性には特におすすめのお酒です。美味しい。もう飲んじゃいました。すいません。チョコって一瞬ですね。任せろ。すみませんね。すみませんね。ギャスコなんだってば。はい。こちらは辛口ですね。すっきりとした味わい。滑らかな。このお酒です。香りが。いい音。これはザ日本酒の味わいですね。でも。すっきりだよ。かなり辛口だから。辛口と言いつつ、
スッと入ってくるね。自分たちお酒は大好きなんですけども、日本酒をこんなにいろいろ飲み始めたのってやっぱり日本酒始めてから。そうかもしれない。じゃあ最後こちら、穏やかで心地よい程よい米の旨味を感じるキレある辛口タイプの純米大金。これはなんか外せないという感じだったよね。宮城と言ったらみたそのいな。後輩曰くね、裏霞。裏霞だ。かっこいい名前。これも好きだな。これまた味違うな。違うな。これも辛口だもんね。俺らって結構大吟醸好きだなっていうのは思う。枝豆。これ夏の限定。いただきます。この夏は冷たい方がやっぱいいんだなって思う。当てにするんだったら冷たい方がむしろ美味しいんじゃないかな。かまぼこ日本酒めっちゃ合う。めっちゃ当てになるよね。いただき物のラー油。ご飯にのせて美味しいのは決まってるじゃん。だけど今回はご飯にのせずにちょっとアレンジして作ってみたいと思います。これすごい。具の9割が牛タンって書いてあるけど、めっちゃ牛タンだ。本当だ。すげえ。大事に食べないと。ちょっと食べられてよかったな。うわーすごいこれ。これをうわー贅沢。牛タンが乗った豆腐なんて。しそをちぎって夏にね体温を下げてくれる役目をしてくれる大葉を添えて、はい完成です。早い。お通しです。いただきますね。これを最初に本来なら出すお通しだね。確かに。うわすげえ。牛タンがちょっとやっぱラー油だからピリ辛で最高。豆腐を感じさせないほどのこの牛タンの強さ。これは買っても損ないものでしたね。うん。ケチらなくてよかったやつでした。うん。宮城のお土産これに決定ってぐらいにうまい。これって何？あなたの案なの？うん。すごいね。この組み合わせめっちゃうまい。ただ豆腐にしただけだけど。うわ、うま。なんだこれうまさ。これは絹豆腐が肝ですね。うん。次はこちらを使います。クリームチーズ。これはちょっとクックパッドさんというかネットで調べた時にちょっと出てきたんですけど、ラー油とクリームチーズが合うということで、ちょっとお試しで少し作ってみたいと思います。それをクラッカーに乗せて食べるという贅沢ですね。簡単なものになっています。牛タンラー油とクリームチーズ最強説が出てきました。いぶりがっこともすごく合うので。すげえ、めっちゃ牛タンだ。これまた買いたいな。ね。宮城県にいる間に買って帰ろう。買いたいね。これは美味しかった。どうなんでしょう。いただきます。うまいですね、これは。うまい。チョコで飲む方が美味しく感じるかも。食いって飲むのがいいんだろうね。確かに。いっぱい飲んで、いっぱい食べて、酔っ払いました。しっかり。酔っ払ってはないですけど、これにて終了にしたいと思います。暑い一日にはなりましたけども、しっかり松島観光できましたし、最後に美味しいお酒も飲めて大満足な一日となりました。今回動画内で出てきた中で気になるものがあったら、ぜひ皆さん検索したりとか、お土産に買ってみたりしてみてください。それでは今回の動画はここまでです。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら、おやすみなさい。うちの世界に来てはダメ。お前を置いていけない。俺はお前だけをここには置いていけないんだ。絶対に来たらダメよ。絶対にダメ。なかなかいけない人。失礼します。おお。面白いんだよ。こちらはですね。面白いの。この枠の中にちゃんと伊達政宗公が入る。あ、入るようになってる。
ああ、本当だ。こちら、伊達政宗公の像です。かっこいいよな。あ、本当だ。近未来的な。これ夜にしか見れないフォトスポットになっております。いきなりここにやってきたわけなんですが、僕たちは編集と終わらせて、もう9時前ですね。この像がある場所にやってきてます。夜11時までやっているそうです。仙台城の跡地の近くにある場所です。ここは夜景を見に今回は来ました。3、2、1、ドン。仙台市の街中はすごいキラキラ輝いてるから、この高さでも十分綺麗です。結構夜はですね、口コミ情報によると若い人が多いっていうのを聞いてたんですけど、実際多いです。デートスポットってこと？なのかな。これらも若手に入れているところです。中年に入ってきました。だいぶ中年と言ってる。とりあえず右手には仙台駅のタワーがあって、左手のめっちゃ向こうにはでっかい大仏の像が見えるってぐらい10度以上の夜景が見えます。間から少し見える感じです。こっち側が仙台駅ってことだよね。そうだね。おそらくそうだと思います。何やってんだあれ。この駐車場は17時まで料金かかりますが、18時以降は無料で止められる場所となっておりますので、夜景を見られたい方はぜひこちらまでお越しくださいませ。遠い記憶なんですけど、子供の時にとても奇妙な物語を見ていて、このような橋が出てきて、そこの海から手が伸びてきていたっていう映像を見た覚えがあって、多分この場所じゃなかったかなって思います。それぐらい怖い印象がある橋です、僕にとっては。悪い印象じゃなくてパワースポットです。パワースポットかつホラースポット。